1914年、ヨーロッパの列強は2つの勢力に分かれ対立していた。一つは三国協商、フランス、イギリス、ロシアがヨーロッパの新たな強国となったドイツを警戒して手を結んだ。もう一つは三国同盟。ドイツに加え国家体制が不安定だったオーストリア・ハンガリー、そしてフランスと領土問題で対立していたイタリアが手を結んだ。1914年6月28日、サラエボで事件が起きる。オーストリア・ハンガリーの皇位継承者フランツ・フェルディナントが19歳のスラブ人民族主義者ガブリロ・プリンツィプに暗殺された。オーストリア・ハンガリーは事件に関与したとしてライバルのセルビアを非難。受け入れがたい要求を盛り込んだ最後通牒を突きつけた。セルビアがその受け入れを一部拒否すると、オーストリア・ハンガリーは宣戦布告。数時間のうちにベオグラードに砲撃を開始した。ロシア皇帝ニコライ2世は同じスラブ民族の仲間であるセルビアを守るためロシア軍を動員した。ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世はオーストリア・ハンガリーに支援を約束していた。彼はロシアとの衝突は避けられないと考え、年々強くなるロシアと早期決着をつけるべきだと考えた。こうしてロシア軍の動員はドイツ軍の動員を誘発し、ドイツはロシアに宣戦布告した。ロシアと戦うことはロシアの同盟であるフランスとも戦うことを意味する。この二正面作戦に勝つためシュリーフェンプランが考案された。まず中立国のベルギーを経由してパリのフランス軍を素早く包囲し殲滅する。その後で軍をロシアに移動させる。なぜならロシア軍は巨大ゆえに動きが遅いからだ。ドイツはフランスにも宣戦布告。600万の兵士が動き始めた。イタリアは中立を守っていた。三国同盟は侵略戦争への加勢を義務付けてはいなかったからだ。またアメリカも中立を宣言した。大統領ウッドロー・ウィルソン及び国民はヨーロッパの戦争に巻き込まれたくなかった。イギリスはフランスの同盟だが、当初はドイツと戦うか態度を決めかねていた。だがドイツ軍がベルギーに侵攻すると、ベルギーの中立を保証していたイギリスはドイツに軍を撤退させるよう最後通牒を突きつけた。この要求は無視され、イギリスも参戦した。イギリス軍がフランスに上陸した頃、ドイツ軍はベルギーの要塞都市リエージュに侵攻。数日間ベルギーの激しい抵抗が続いていた。ドイツ兵は多くのベルギー市民を虐殺した。対する連合国もこの虐殺を誇張して伝え、中立国の対ドイツ感情に影響を与えた。フランスはドイツのシュリーフェンプランに気づかず、ドイツに侵攻する第17計画を実行した。しかし国境付近の戦いで押し戻され、双方の軍が大きな被害を出した。イギリス軍はモンスに進み、ドイツ軍との戦闘が始まった。しかし数で大幅に劣るイギリス軍は加勢に来たフランス軍もろとも後退させられた。連合軍はマルヌ川まで後退し、あわや首都パリにまで攻め込まれかけたが、ここで決死の反撃を行いドイツ軍を押し戻した。双方25万人の損害を出した。両軍とも北部から回り込んで敵軍を攻めようとし、この動きは海への競争と呼ばれた。その結果、第一次イーペル海戦が勃発。連合軍は決死の抵抗でドイツ軍の突破を阻止した。しかしこの戦いも両軍に大きな損害を出した。両軍は敵の銃砲弾から身を守るため 500km 以上にわたって塹壕を掘った。塹壕戦の幕開けだ。
イギリス艦隊は最初の海の戦いとなるヘルゴラント海戦でドイツの巡洋艦3隻を沈め勝利した。世界最強の海軍を持つイギリスの戦艦は29隻、対するドイツは19隻保有していた。イギリス海軍はドイツに対する海上封鎖を実施、食料を含め物品の海上輸送を阻んだ。ドイツを経済的に攻撃し降伏に至らせようという作戦だ。しかし1週間後、イギリスの巡洋艦パスファインダーが初登場した兵器によって沈められた。潜水艦の魚雷攻撃が始まったのだ。ドイツの潜水艦 U ボートは1万 5000km もの航続力を持ち、水面下から気づかれることなく攻撃できる。これによりイギリスの海の覇権を決定的に脅かす存在となった。東部戦線ではロシア軍が東プロイセンに侵攻した。しかし初戦のタンネンベルクの戦いで大敗。ドイツのヒンデンブルク将軍とルーデンドルフ参謀長は9万人ものロシア兵を捕虜にし、一躍ドイツの英雄となった。ロシアは無線通信に暗号を用いず、ドイツに傍受されていたのが敗因だった。次にマズーリ湖で戦いが起きるが、またドイツが勝ちロシア軍を退却させた。わずか6週間で30万人近くものロシア兵が犠牲になった。その頃オーストリア・ハンガリー軍はセルビアに侵攻。しかしツェルの戦いで撃退された。オーストリア・ハンガリーはロシアにも攻撃するが、こちらも大敗を喫し退却。30万人の犠牲を出した。その結果、要塞都市のプシェムイシルがロシア軍に包囲された。ドイツ軍はプシェムイシルを救助せざるを得なくなり、まずワルシャワへの攻撃を開始した。厳しい冬の中、数週間にわたる激戦が続いたが、はっきりとした決着はつかなかった。ここでオスマン帝国が中央同盟国に加わり参戦し、古くからの宿敵ロシアに宣戦布告した。オスマン艦隊はロシアのオデッサとセバストポリを砲撃。対するロシアはコーカサス地方からオスマン領に侵攻した。戦火はヨーロッパにとどまらず、世界中の海やヨーロッパ植民地に波及していった。ドイツ軍はイギリス領東アフリカ、現ケニアに侵攻し、タベタを占領した。対する連合軍もドイツ植民地のトーゴランド、現トーゴを占領した。続いてイギリス軍はドイツ領カメルーンに侵攻するも、ガルアとンサナ間双方の戦いで敗北した。3000人のイギリス精鋭部隊はドイツ領南西アフリカ、現ナミビアに侵攻し、サンドフォンテインの占領には成功した。1ヶ月後、イギリス軍はタンガに上陸する。戦いは混迷を極めたが、ドイツのフォルベック大佐が率いるわずかな軍に撃退された。ドイツ本国との連携が断たれていたフォルベックは、連合軍にゲリラ戦法を用い、多くの連合兵を苦しめ大戦果を上げた。アジアでは日本が日英同盟に基づきドイツに宣戦布告。ドイツの海軍基地があるチンタオを攻略した。またドイツ植民地のサモアとニューギニアも連合側であるニュージーランド軍とオーストラリア軍の前に降伏した。南アメリカのチリ海岸ではフォン・シュペイ率いるドイツ東洋艦隊が圧倒的に優勢だったイギリス艦隊を2隻撃沈。2隻とも全乗組員が戦死した。5週間後、シュペイ艦隊はフォークランド諸島でイギリス海軍に遭遇。ここではドイツ艦隊が5隻中4隻沈められ、シュペイも戦死した。中東ではイギリス軍がオスマンのバスラ要塞を占領した。船を動かすために必要なペルシアの石油を確保するためだ。
オーストリア軍はとうとうベオグラードの占領に成功するも、しばらくするとセルビアの反撃に遭い退却させられた。セルビアをめぐる戦いで両軍とも20万人の犠牲を出した。北海ではドイツ艦隊がイギリス沿岸に対しヒットエンドラン戦法を仕掛けた。ハートルプール、ホイットビー、スカボローの町が攻撃を食らい、100人以上の民間人が犠牲になった。西部戦線ではフランス軍が最初の大規模攻撃を開始。こうして起きた第一次シャンパーニュ海戦だが、9万人の犠牲を出した割に戦果は乏しかった。コーカサス地方ではオスマン軍が冬山を越えてロシアに侵攻するも、サルカムシュの戦いで敗北した。6万人の犠牲者の大半が戦死ではなく凍死だった。クリスマスが訪れると西部戦線は束の間の休戦に入り、お互いの塹壕に挟まれた無人地帯でサッカーの試合も行われた。1915年1月、第一次世界大戦の開始からまだ5ヶ月だが、すでに100万人以上が戦死していた。バルカン半島で起きた事件はたちまち全世界を巻き込んでいた。中央同盟国、ドイツ、オーストリア・ハンガリー、オスマン帝国、VS連合国、イギリス、フランス、ロシア、セルビア・モンテネグロ、ベルギー、日本という構図になった。ポーランドやバルト地方ではロシア軍は大敗を喫しながらもドイツおよびオーストリア軍と戦い続けていた。セルビアでは逆にオーストリア軍が大敗を喫し、軍の威信が失墜していた。コーカサス地方ではロシア軍とオスマン軍が凍てつく冬の中で戦っていた。西部戦線ではフランス、イギリス、ベルギーの連合軍とドイツ軍が英仏海峡からスイスにまで及ぶ塹壕を挟んで睨み合っていた。この戦争では初めて空爆が行われた。まずドイツがツェッペリン飛行船を2機飛ばし、イギリスを空爆した。キングズ・リンとグレート・ヤーマスが攻撃対象になり、家屋や市民に被害を出した。北海ではドッガーバンク海戦が起き、イギリスがドイツの巡洋艦を1機沈めたものの、残りの艦隊は逃した。制海権を握るイギリスはドイツに海上封鎖を行い、食料を含む生活必需品が海から輸入できないようにした。ドイツは報復として独自の海上封鎖を実施。イギリス諸島周辺の海を戦闘地域と宣言し、連合国の商船に無警告で潜水艦攻撃を行うことにした。イギリスは食料を輸入に頼っていたため、それを阻止することで降伏させようとしたのだ。東部戦線ではドイツ陸軍元帥のヒンデンブルクが冬季攻勢を仕掛け、2度目となるマズーリ湖の戦いで再びロシアに大勝。ロシアは20万人の兵士を失い、その半分は冬の寒さに耐えきれず降伏したものだった。一方ロシアはオーストリア・ハンガリー相手には勝利を重ねた。プシェムイシルを4ヶ月包囲した末に陥落させ、10万人の捕虜を獲得した。オーストリア・ハンガリーの犠牲者は合計200万人に達していた。一方イギリスとフランスはダーダネルス海峡に戦艦を派遣し、オスマン帝国の首都コンスタンティノープルを威嚇。そうすればオスマン帝国は降伏するだろうと見込んでいたからだ。ついに連合艦隊は海岸要塞への砲撃を開始。しかしそのうち3隻が機雷で沈没し、他の3隻も被害を受けたため攻撃を中止せざるを得なかった。
西部戦線ではイギリス軍がヌーブシャペルを攻撃。しかしドイツ軍の鉄条網や機関銃に阻まれ、うまく前進できなかった。イギリス・インド軍は攻撃兵の4分の1にあたる1万1000人の犠牲者を出した。6週間後、第2次イーペル海戦が勃発。ドイツ軍は西部戦線で初めて毒ガス兵器を使用した。強力な塩素ガスにより連合兵は塹壕を放棄して逃げざるを得なかったが、ドイツ軍もさらなる侵攻を進めるだけの余力がなかった。両軍とも直ちに即席のガスマスクを作って兵士に配布。化学兵器による戦いが幕を開けた。連合軍はオスマン帝国のガリポリへの上陸作戦を実施。オーストラリアとニュージーランドもこれに加勢した。沿岸のオスマン要塞を制圧し、連合軍の軍艦がコンスタンティノープルまで到達できるようにするためだ。しかし即座にオスマン軍の激しい抵抗に遭い、海岸に釘付けにされた。この上陸作戦の前日、オスマン帝国は国境付近に住んでいるアルメニア人に対し組織的な国外追放と虐殺を始めた。というのも、アルメニア人は民族的・宗教的マイノリティで長らく迫害されており、この戦争で連合側を支援している疑いがあったからだ。何万人もの老若男女がシリアの砂漠に運ばれ、そこで死ぬまで放置された。最終的なアルメニア人犠牲者は100万人を超える。連合軍はこの件を人道に対する罪だと非難し、刑事責任を追及するとしている。一方、オスマン帝国の後を継いだトルコ政府は死者数に異を唱えているほか、組織的なものではなかったと主張している。東部戦線ではドイツとオーストリアがガリツィアでの攻撃を始め、ロシアの防御線を突破し、プシェムイシルも奪還。10万人の捕虜を得た。ここからロシアへの攻撃が継続的に行われていく。その頃海ではイギリスの商船ルシタニア号がニューヨークからリバプールに向かっていたが、ドイツの U ボートに無警告魚雷攻撃を受け沈没。1198人の乗客が死亡し、うち128人はアメリカ人だった。アメリカ大統領ウッドロー・ウィルソンと国民は激怒した。一方ドイツはこの攻撃は正当なものだと主張している。船の荷物には軍需品も積まれていたからだ。5月、連合軍は第2次アルトワ海戦を始め、ドイツの防御線突破を試みた。フランス軍はビミーリッチを攻撃。イギリス軍はオベールリッチとフェステュベールに攻撃した。連合軍は13万人の犠牲を出したが、戦線はほんの数キロメートルしか前進できなかった。夏になると西部戦線の上空にフォッカー・アインデッカーと呼ばれるドイツ空軍機が飛び始めた。これは機関銃を装備した初の飛行機で、回転するプロペラの隙間から射撃することができた。連合軍の空軍機はたちまちやられ、このありさまはフォッカーの懲罰と呼ばれ恐れられた。イタリアはイギリスとフランスにオーストリア領土を割譲すると約束されたため、連合側で参戦。オーストリア・ハンガリーに宣戦布告し、ついでオスマン帝国とドイツにもそれを行う。イタリア軍はまずオーストリア領のイゾンツォ川を攻撃したが、厳しい反撃に遭い大敗した。一方、連合軍は東部戦線で窮地に陥っていた。ロシアがポーランドを放棄し、軍を総退却させたのだ。これを受けてドイツ軍はワルシャワに入城した。ロシア皇帝ニコライ2世は帝国軍最高司令官で糸小路のニコライ大公を解任し、自ら司令官に就任。しかしこの試みは大失敗し、
ロシア軍にさらなる敗戦を重ねさせることになる。ガリポリでは連合軍の増援がスブラ湾に上陸し新たな攻撃を試みるが、戦況の膠着は打破できなかった。双方ともに軍の状態は悪化しており、兵士は敵軍からの攻撃だけでなく、暑さやハエ、病気にも苦しんだ。大西洋ではドイツの U ボートが客船アラビックを沈め、44人が死亡、うち3人はアメリカ人だった。アメリカの強い警告を受け、ドイツは客船への攻撃をやめた。西部戦線では連合軍が過去最大規模の攻撃を始めようとしていた。膠着した戦線を突破し、苦しむロシアを間接的に援護しようとしたのだ。フランスは第3次アルトワ海戦と第2次シャンパーニュ海戦を開始。イギリスはルースの戦いで毒ガス攻撃を行った。しかし戦闘初期の頃こそ優勢だったものの、次第に勢いが止まり、双方とも膨大な損害を出した。連合軍はギリシャのサロニカに上陸。中央同盟国に対する新たな戦線を作り、セルビアを支援しようとした。しかし時すでに遅しだった。ブルガリアが中央同盟国側で参戦し、中央同盟の合同軍はセルビアを2ヶ月で制圧した。冬に入り、セルビア軍の残党はアルバニアの海から敗走した。セルビアの損失は膨大で、戦争が終わるまでに3分の1の兵士が死亡。この死亡率の高さは他のどの国をも上回る。イタリア戦線では激しい戦闘が続いており、第3次そして第4次イゾンツァの戦いが立て続けに起きた。オーストリア・ハンガリー軍は数で劣っていたが、高台に塹壕を掘って構えており、撃退するのは不可能だった。中東ではイギリスがバグダッドを目指して進軍していたが、そのすぐ南のクテシフォンでオスマン軍に食い止められた。イギリス軍はクートに撤退し、そこで包囲された。これにより連合軍はガリポリの作戦を放棄。8万3000人の兵士はオスマン側に気づかれず密かに撤退し、撤退時には兵士を失わずに済んだ。そのためこの撤退は最も成功した作戦の一つと言われている。とはいえガリポリでは双方25万人の犠牲を出した。目立った成果を出すことなく損害を出し続けた連合軍にとって1915年は悲惨な年となった。だが和平を結ぼうとする声は上がらず、むしろ両軍とも1916年にさらなる攻撃を行うべく新たな戦略を練っていた。どの国もうまくやれば自分たちが干渉できると信じていたのだ。第一次世界大戦は当初短期決戦で終わると考えられていた。しかし1916年、各国の工業生産能力が改善されたことで兵器が強力になり、死者は数百万人に急増。終わりが見えなくなっていた。また海上封鎖の影響で各国は食料や燃料が不足する事態に陥っていた。戦場に送られた男性に代わって多くの女性が労働力として駆り出された。両軍とも長期戦になることを覚悟し、急ピッチで態勢を整えていった。戦争は激化する一方で、連合国はこの年も引き続き中央同盟国と戦い、後者にはブルガリアが加勢した。イギリスはドイツへの海上封鎖を続行し、食料や生活必需品などの輸入を妨げていた。
対するドイツも潜水艦 U ボートでイギリス船に反撃。だがその最中、中立国のアメリカ人に犠牲者を出したため、これ以降は攻撃を控えざるを得なかった。西部戦線ではフランス、イギリス、ベルギーの軍がドイツ軍と戦うも、塹壕戦によって戦線は膠着しきっていた。東部戦線ではロシア軍が大規模な撤退を行い戦線が固定化されたが、その過程でロシアは莫大な損害を被った。イタリア戦線ではイタリア軍がオーストリア・ハンガリーの防御を突破しようと多大な戦力を注ぐも失敗に終わった。バルカン戦線では中央同盟国がセルビアに侵攻し、セルビア軍はアルバニアの山や海から敗走していた。1月5日、オーストリア軍はモンテネグロへの攻撃を開始。モイコバツの戦いで苦戦したが、3週間後にはモンテネグロを降伏に追い込んだ。コーカサス戦線ではロシアがオスマン帝国に奇襲。そして6週間後にエルズルムを占領した。続けて春には黒海に面する都市トレビゾンドを占領した。その頃イギリスは2隻のモーターボートをアフリカのタンガニーカ湖に送り、1万6000kmもの距離を移動して目的地に到着。湖の支配権を握っていたドイツからそれを奪取するために奮闘した。同じ月、ドイツ領カメルーンでは連合国がモラの山でドイツ軍を包囲し、18ヶ月にわたる攻防を経て降伏に追い込んだ。これにてカメルーンでの戦いは幕を閉じた。西部戦線ではドイツがフランスの要塞都市ベルダンに大規模攻勢を仕掛けた。ドイツ軍参謀総長のエーリッヒ・ファルケンハインは、フランスがこの重要都市を守るため徹底抗戦するであろうことを見越していた。つまり継続的な攻撃で消耗させようという作戦で、彼の言葉で言うとフランス軍を失血死させる戦略だ。ベルダンの戦いはこの大戦中で特に大きな損害を出し、その様子はミンチマシンと呼ばれた。兵士たちが戦線に駆り出されたそばから無残な姿になっていったからだ。イギリスでは志願兵の数が100万人に達していたが、これでもまだ足りなくなることを政府は悟っており、ついにイギリスでも徴兵制が始まった。春になるとイギリス軍兵士の間に鉄製ヘルメットが配布されるようになった。塹壕戦の性質上、兵士は頭部に怪我をしやすい。ドイツ軍はシュタールヘルム、フランス軍はアドリアン、イギリス軍はマーク1と名付けられた鉄製ヘルメットを用い、弾丸や破片による負傷を防いだ。ポルトガルは中立国だが、イギリスと協力関係にあった。イギリスの力添えもあって、アフリカにポルトガル領アンゴラを持っていたからだ。5月9日、ドイツはポルトガルに宣戦布告した。東部戦線ではロシアがナーロチコに攻撃を開始。ベルダンのフランス軍を間接的に救援するためだ。しかし大敗し、10万人のロシア兵が犠牲になった上、ドイツ兵をベルダンから背けさせる目的は全く果たせなかった。ダブリンではアイルランドの共和主義者がイギリス支配に対する反乱を起こした。イースター蜂起として知られるこの反乱は6日間の市街戦を経て鎮圧された。中東では5ヶ月の包囲戦を経てクートのイギリス軍が降伏した。タウンゼント将軍率いる9000人のイギリス・インド兵が捕虜になり、そのうち半数が飢餓や病気で死亡した。
イギリスはオスマン帝国を打ち負かすためアラブ人の協力を求め、戦争に勝った暁にはアラブ国家を独立させると約束した。しかし一方で、イギリスはフランスとサイクス・ピコ協定を秘密裏に結び、中東地域を英仏で分割統治しようと約束した。これを知らないアラブの独立運動指導者フサイン・イブン・アリーはオスマン帝国に宣戦布告。メッカの戦いに勝利し、この神聖な都市を占領した。イタリア戦線ではオーストリア軍がアジアーゴへの奇襲を始めた。イタリアの防御線は崩れ、オーストリア軍は北イタリアに突入する準備を整えた。その頃北海ではドイツの大洋艦隊ホーホゼーフロッテとイギリスの大艦隊グランドフリートがユトランド沖で激突。この大戦で唯一の大規模海戦はイギリス海軍が大損害を被るものの、ドイツ艦隊を撤退させ、そのまま終戦まで再出撃させなかったため、イギリスの勝利と言われる。夏になると連合国は中央同盟国への挟み撃ちを計画し、東西から同時に侵攻することにした。ベルダンのフランス軍とアジアーゴのイタリア軍に対する攻撃を緩めさせるため、早く実施しなければならない。まずロシア軍が攻撃を始めた。アレクセイ・ブルシーロフ将軍による断続的な奇襲攻撃だ。こうして戦線を突破したロシア軍は場所によって 100km 近く前進し、20万人の捕虜を得た。この作戦は多額の出費を伴ったが成功した。中央同盟国はこの戦線を守るため、他の戦線にいた兵を振り向けさせられたからだ。海ではイギリスの巡洋艦ハンプシャーがロシアへ向かう途中のオークニー沖で機雷に沈められた。650人が死亡し、その中にはイギリスの有名な陸軍大臣ホレイショ・キッチナーもいた。その3日後、アドリア海でイタリアの軍隊輸送船プリンシペ・ウンベルトがドイツの潜水艦に沈められた。犠牲者数はこの戦争の沈没で最多となる1900人に上る。西部戦線ではイギリスとフランスの大規模火器攻勢ソンムの戦いが始まった。しかしその期待とは裏腹に初日から悲惨な結果となった。連合軍の砲撃はドイツ軍の防御を破れず、歩兵が進軍しようとするとたちまち機関銃による猛攻を浴びせられた。数時間でイギリス兵5万7000人が死亡し、その3分の1は戦死だった。このソンムの戦いにおける惨事はイギリス軍にとって史上最悪の日だ。しかしさらなる攻撃が実施され、激戦はこの後5ヶ月続くことになる。ロシア軍の優勢を受けてルーマニアが連合側で参戦した。ルーマニア軍はまずトランシルバニアへの侵攻を行い、これは成功したものの、すぐにドイツ、ブルガリア、オーストリアの反撃を受けた。サロニカにいた連合軍はルーマニアを支援するためモナスティールへの攻撃を試みた。セルビア軍が先陣を切って多少の戦果を得たが、ブルガリアの抵抗が激しく戦線を突破するには至らなかった。西部戦線ではファルケンハインがついにヴェルダンでの攻撃を中止した。フランス軍はニベル将軍が掲げていたスローガン「奴らを通すな」の言葉通りドイツ軍を通さなかったが、それと引き換えに36万5000人と多くの犠牲者を出した。ドイツ側の犠牲者数も同等だった。この熾烈な攻防が繰り広げられたヴェルダンは人類史上最も血みどろな戦場の一つと言われる。ヴェルダンでの敗北によりファルケンハインは更迭され、
東部戦線の勝利でドイツの英雄となっていたヒンデンブルクとルーデンドルフが西の指揮を任された。一方、ソンムの戦いは続いており、イギリス軍は膠着した戦況を打破するためフレール村近郊に新たな兵器を配備した。戦車の登場だ。だが戦車は多少の戦果を上げたものの、この新兵器は数が少なすぎた上、故障しやすいこともあり、大きな貢献は果たせなかった。東部戦線ではロシアのブルシーロフ攻勢が終了した。広範囲で様々な被害を受け、両陣営とも壊滅的な状態に陥った。ロシアの勝利で一応の決着はついたものの、ロシア軍、オーストリア軍双方ともにこれ以降戦力が全回復することはなかった。イタリア戦線では秋を通じて激戦が続き、イタリア軍はイゾンツォ川でオーストリア軍への大規模攻撃を繰り返した。秋雨で地面がぬかるむ中、ソンムの戦いもようやく終わった。連合軍は 16km ほど進んだ代わりに60万人の犠牲を出し、ドイツ軍の犠牲も45万人に達していた。とはいえ、連合軍は勝ちが近づいていると感じた。このペースでいけば、数的に考えてドイツ兵の方が先に底をつくことになるからだ。一方、ルーマニアは中央同盟国の反撃で蹂躙されていた。ルーマニア軍の犠牲者数は25万人に上る。生き残った残党は東部戦線のロシア軍に加勢した。冬になると1848年から長らくオーストリア皇帝だったフランツ・ヨーゼフが死去。甥孫のカールが後を継いだ。イギリスでは首相のハーバート・アスキスが職を追われた。後任を務めたのはデビッド・ジョージだ。フランスでも軍総司令官のジョフルが更迭。ニベル将軍が後を継ぎ、大胆な戦略で勝利をつかみ取ると約束した。アメリカのウィルソン大統領は講和の道を模索するも徒労に終わった。どちらの陣営も譲歩する気などなかったのだ。1916年、第一次世界大戦は消耗戦となっていた。両軍とも戦場での勝利を追求するより、敵軍に多くの損害を与え降伏させようとする戦略に重きを置くようになった。1917年になると、この戦略によりヨーロッパ各国は崩壊の瀬戸際に追いやられることとなる。ドイツはこのまま消耗戦が長引けば、より多くの資源を持っている連合国に負けることを悟っていた。そこでドイツは無制限潜水艦作戦の再開という賭けに出た。U ボートでイギリスの食料輸入を阻み飢えさせれば、6ヶ月以内に降伏まで追い込めるという算段だ。しかしこの作戦を再開すれば、中立国アメリカの船を巻き込み連合国側で参戦させてしまうリスクを抱える。事実、作戦開始からわずか2日後、テキサス州ガルベストンからイギリスへ小麦を運ぶアメリカの船が U ボートに撃沈された。次にイギリスがドイツの外務大臣ツィンメルマンから傍受した電報をアメリカに密告した。アメリカとドイツが戦争になったらメキシコがアメリカに攻撃するよう打診する内容だった。いわゆるこのツィンメルマン電報はアメリカのウィルソン大統領に対し参戦の決意を後押しさせることになってしまう。ロシアでは戦争による損害や食料不足により暴動が起き始め、革命にまで発展した。これによりロシア皇帝ニコライ2世が退位。しかし
新たにできた臨時政府は戦争を続けることにした。ところが戦線ではロシア兵が一斉に脱走を始めてしまった。これまでのドイツの行為に刺激され続けたアメリカはついにドイツへ宣戦布告。これにより連合国には莫大な資源が送られることになるが、それには数ヶ月の準備を要する。そのためドイツの無制限潜水艦作戦は順調に成果を出し続けていた。特に4月は大成功し、連合軍の船を88万トン、1日平均17隻ペースで沈めていった。貴重な食料や物資の供給を断ったのだ。ドイツの潜水艦 U ボートをどうにかしなければイギリスは飢餓に直面する。西部戦線ではイギリス軍がアラスの戦いを開始。フランスの大規模攻撃を支援する目的だ。激しい戦闘の末、カナダ軍がビミーリッジの高台を占領した。しかし勝利の影響は小さく、連合軍15万、ドイツ軍13万の犠牲者を出した。塹壕の上空でも改良された航空機による空中戦が激しさを増していた。偵察機が敵兵の位置を見つけ、より高精度な砲撃を行えるようになったのだ。相手の偵察機の任務を妨害するため、航空機同士の撃墜合戦が行われた。航空機は数ヶ月ごとに改良版が登場し、性能を上げていく。春になるとドイツ空軍機が連合軍に大打撃を与えるようになり、この惨劇は血の4月と呼ばれた。ビミーリッジの陥落から3日後、フランスのニベル将軍が大規模攻勢を始めた。だが大きな期待とは裏腹に、多少戦線を進めた程度ですぐ膠着し、両軍とも急速に犠牲者を増やしていった。犠牲者が闇雲に増え続けたことでフランス兵の士気は崩壊。フランス部隊全体で反乱が起き、戦闘を拒否するようになった。そのためニベル将軍は解任され、ベルダンの戦いで英雄となったペタン将軍に交代した。新たな指揮官はこれ以上むやみに死者を増やさないことを誓った。夏、イギリス軍はドイツ軍の駐屯地であるメセンまでトンネルを掘り進め、19の巨大機雷を爆発させた。それまでの歴史上最大の人為的な爆発であり、これ自体は局所的な勝利だったが、全体の戦況がイギリス有利に傾いた。ギリシャは中立の立場だったコンスタンティノス一世を大尉に追いやり、連合国に加わった。ロシアの暫定政府は新たな攻撃を始めるも、この7月攻勢は悲惨な結果に終わり、ロシア兵の士気を崩壊させた。もはやロシア軍はまともに戦えなくなり、中央同盟国は思うままに反撃できた。海では連合国が商船を一つの船団にまとめ、海軍の護衛をつけて航行するようにした。これにより連合国の船は被害が減り、ドイツの U ボートによる作戦は潮目が変わった。ドイツ国内で戦争への不満が高まる中、ドイツ議会は和解を求める平和的解決の決議案を可決した。しかしドイツ軍司令部はこれを無視した。国は事実上ドイツ軍の独裁状態となっていたからだ。ベルギーではイギリス軍が今年の大規模攻勢となる第3次イーペル海戦を始めた。パッシェンデールの戦いとしても知られる。
激しい砲撃、雨、そして農業水路の破壊により一帯は泥の海と化していく。このような悲惨な状況において戦況の打開は到底見込めなかった。攻撃は3ヶ月で中止され、イギリス軍24万、ドイツ軍20万の犠牲者を出した。イタリア戦線では第11次依存層の戦いが始まり、イタリア軍とオーストリア軍は砲撃合戦で疲弊した。この結果、イタリア軍15万、オーストリア軍10万の犠牲者を出した。ここで新たな国が連合国に加わる。ブラジル、リベリア、中華民国、シャムの4カ国だ。Uボート作戦への反発や連合国への賛同の意思を示すため、4カ国はそれぞれドイツに宣戦布告した。中国は何万人もの労働者をヨーロッパ、中東、アジアに派遣し、連合国を支援した。中東ではイギリス軍が前年にクートで敗れた報復としてオスマン軍を打ち負かし、バグダッドを占領した。だがエジプトのイギリス軍はシナイ砂漠を越えて侵攻するも、ガザの戦いでオスマン軍に追い返された。7月、アラブの反乱軍がオスマン帝国の要衝アカバを占領。アラブ軍にはイギリスの軍事顧問を務める T.E. ロレンスが同行しており、彼は映画アラビアのロレンスで知られることとなる。秋、イギリスの外務大臣アーサー・バルフォアがバルフォア宣言を発表し、パレスチナでのユダヤ人国家建設を支持した。連合国に対するユダヤ人の支援を集めることが目的だが、この宣言はアラブ諸国に対して行った約束と矛盾している。10月、イギリスは最終的にガザの戦いに勝利し、パレスチナ掌握への道を切り開いた。6週間後、アレンビー将軍指導のもと、イギリス軍がエルサレムに入城し、400年にわたるオスマン帝国の支配に終止符を打った。ロシア軍の混乱に乗じて、ドイツ軍は東部戦線からイタリア戦線に兵力を振り向けた。そのままカポレットの戦いでイタリア軍を粉砕、100km 以上前進し、25万人の捕虜を得た。イギリスとフランスはこの戦線を支援するために西部戦線から兵力を引き抜かねばならず、西部戦線での攻撃を緩めさせられることとなった。ロシアでは2度目の革命が起き、レーニン率いるボリシェビキが権力を掌握。彼はロシアを戦争から抜けさせることを決意していた。フランスではジョルジュ・クレマンソーが首相に就任。虎の異名を持つ彼は全面戦争を戦い抜き勝利すると誓った。しかし本年後半の連合国は本当に勝利できるかまだわからなかった。ロシアは戦いをやめ、フランス軍は兵士の反乱を抑えることに不信し、イタリア戦線はほぼ崩壊、さらにアメリカの増援もまだ先になるからだ。つまり当面の間まともに戦えるのはイギリス軍だけになっていたのだ。そこでイギリス軍はカンブレーに狙いを定め、史上最大規模の戦車攻撃を仕掛けた。初日、400両の戦車が先陣を切ってドイツの防御線を突破した。しかしその後、戦車の多くが故障するか破壊されてしまう。
ドイツは急いで増援を送り、戦線は押し戻された。ここでフィンランドがロシアからの独立を宣言した。ロシア軍の崩壊によって孤立したルーマニアは中央同盟国との休戦協定に署名。6日後にはロシアも休戦し、連合軍は東部戦線を完全に放棄する結果となった。1917年は連合側の主要国であるロシアが離脱することになったが、代わりにアメリカが加勢した。ドイツは早く軍事的勝利を収めないと連合側の豊富な資源の前に敗れてしまう。そこで来年の春に向けて最後の大規模攻勢を計画し始めた。開戦から3年半が経過した1918年、連合国は危機的な状況にあった。ロシア国内で革命が起き、新たに政権を握ったボリシェビキが中央同盟国と休戦したのだ。これによりドイツ軍は多くの兵士を西部戦線へ振り向ける余裕ができた。その西部戦線では塹壕戦によりすでに数百万人が犠牲となっていた。しかしドイツも必死だった。イギリスの長期にわたる海上封鎖により物資不足や社会不安が起きていたからだ。アメリカの参戦により、これから連合国には物資、兵士ともに膨大な支援が送られる。ドイツは西部戦線でいち早く勝利しなければ敗北は必至だ。アメリカのウッドロー・ウィルソン大統領が14か条の平和原則を発表した。秘密外交の廃止、軍備の縮小、オーストリア・ハンガリーの民族自決、そして今後の世界で紛争を解決するための国際組織を設立することが盛り込まれていた。ヨーロッパ各国はこの考えは夢物語だと感じた。ブレスト・リトフスク条約によりロシアは中央同盟国と講和を結んだ。そして和平と引き換えに広大な領土を失った。今や50万人ものドイツ兵が東部から西部戦線に移動できるようになったため、ドイツのエーリヒ・ルーデンドルフ将軍は決着をつけるための最後の全面攻勢を計画し始めた。ルーデンドルフの春季攻勢は突如始まり、連合国の不意をついた。新しい歩兵戦術の活用と迅速な攻勢により、イギリス軍は圧倒され総退却を余儀なくさせられた。ドイツ軍の進撃は英仏軍を分裂させ大打撃を与える可能性があった。フランスはフェルディナン・フォッシュを連合軍総司令官に任命。英仏共同戦略の指揮を取らせた。アミアン郊外ではイギリスおよび火星に来たオーストラリア軍が防戦し、ドイツ軍の前進を食い止めた。そこでドイツは北に目を向け、海峡の港を狙おうとした。しかしイギリス軍がドイツ軍に大損害を与え、突破を阻止した。塹壕の上空では飛行機による戦いが激しさを増していた。両軍とも西部戦線に導入した航空機の数は3000機以上に上る。この年はより多くの資源を持つ連合国が制空権を握っていた。4月21日、ドイツの最も有名なパイロット、レッドバロンことマンフレート・フォン・リヒトホーフェンが乗っていた飛行機を撃墜され戦死した。前人未到の80機撃墜を達成した彼はエースパイロットとして称えられ、敵である連合国からも称賛されながら葬られた。
ここでイギリスの新たな爆撃隊がドイツのケルンに空襲を開始。イギリスによる戦略爆撃の幕開けだ。地上ではルーデンドルフの攻撃先が南に切り替わり、フランス軍を目標にした。こうしてドイツ軍は 50km ほど前進したが、アメリカ軍が加勢しマルヌ川で食い止められた。アメリカ軍の第一師団はカンティニンの戦いで本格的な戦闘を開始。3日後、アメリカ軍第二師団はベローウッドの戦いで勝利した。この時点でフランスには100万人のアメリカ兵がおり、さらに毎日1万人以上が新たに加勢した。ドイツ軍の攻撃は4段階目に達し、15km ほど前進したが、フランス軍の反撃によりそれ以上の前進は止められた。イタリアではオーストリア・ハンガリーがドイツの大攻勢を支援するため、アジアゴとピアーベ川で攻撃を始めた。しかし反撃により大損害を被り、オーストリア軍の士気は失われた。イギリス・フランス軍がロシア北部のムルマンスクに上陸。これはボリシェビキに反抗する白軍を支援するための行動で、ロシア内戦への介入だ。西部戦線では第二次マルヌ海戦が勃発。ドイツ軍の最後の大攻勢が行われたが阻止された。ルーデンドルフの大攻勢はドイツ軍に60万人以上の死者を出し、決定的な突破口を開くには至らなかった。ドイツの最後の賭けが失敗したのだ。連合国は新たな攻撃を始めた。アミアンの戦いではイギリス、オーストラリア、カナダ、フランスの軍が戦車や航空機を用いて1日 10km のペースで前進した。ルーデンドルフは8月8日をドイツ陸軍暗黒の日と呼んだ。ドイツ兵は疲労や飢えによって士気が低下し、何千もの兵士が降伏し始めた。アミアンの戦いを皮切りに連合国の100日攻勢が始まった。長らく膠着状態だった塹壕戦はついに終わり、ドイツ軍は総退却させられた。バルカン半島では連合国がドブロポリエにて新たな攻撃を始め、ブルガリア軍を撃破した。そのままブルガリア軍は崩壊し、2週間後に休戦協定を結ぶことになる。中東でもイギリス主導の軍がメギドの戦いでオスマン軍を破り、2万5,000人の捕虜を得た。加えて連合軍はダマスカスとアレッポも占領した。西部戦線ではフォッシュ元帥の指令による総攻撃が開始。イギリス、フランス、アメリカそれぞれの軍がドイツの防衛線であるヒンデンブルク戦に突撃し突破した。ルーデンドルフは皇帝に戦況が絶望的でドイツは休戦するしかないと進言した。こうしてドイツはアメリカのウィルソン大統領に講和を要請。ウィルソンはドイツが全ての占領地から撤退することと皇帝の退位を要求した。イタリア戦線では連合軍がオーストリア軍に対する最後の攻撃を開始。オーストリア軍も崩壊し、30万人が捕虜となった。中央同盟国は崩壊し、オスマン帝国もムドロスで休戦協定に調印した。その4日後には
オーストリア・ハンガリーもまた休戦協定に調印した。キールではドイツ海軍がイギリス海軍に対する特攻を命じたが、兵士たちはこれに従わず反乱を起こし、その波はドイツ全土に波及。皇帝は退位し、ドイツ共和国が成立した。11月11日、ドイツ代表団はコンピエーニュにあったフォッシュ元帥の鉄道車両内にて休戦協定に署名した。この協定は午前11時に発効するが、その直前まで戦闘は続いていた。10時59分、アメリカ兵のヘンリー・ガンサーがドイツの機関銃に撃たれ戦死。おそらく第一次世界大戦で最後の戦死者と考えられている。休戦の3日後、東アフリカでフォルベック将軍率いる部隊が降伏した。彼は4年もの間、ドイツ本国から孤立した状態で戦い抜き、膨大な数の連合兵を拘束していた。そのため彼は歴史上最も偉大なゲリラ戦指導者の一人と考えられている。パリ近郊のベルサイユ宮殿にてパリ講和会議が開かれた。今後の国際紛争を防ぐために国際連盟を創設する提案が決議された。1919年6月にはベルサイユ条約が調印され、ドイツに厳しい制裁が課された。軍備の制限、多額の賠償金、そして国内各地の領土の割譲。さらに植民地は戦勝国に奪われた。ドイツはまたこの戦争の責任を全面的に負わされ、ドイツ人の強い恨みを残すこととなった。ヨーロッパの国境が引き直された。ポーランドは100年間の外国による支配が終わり復活した。またオーストリア、ハンガリー、チェコスロバキア、ユーゴスラビアができ、ルーマニアは領土を拡大。オーストリア・ハンガリー帝国は終焉を迎えた。オスマン帝国も解体され、戦勝国の支配する新たな国家が作られていった。今後の新たな紛争の種がまかれた瞬間だ。アジアではドイツが支配していた山東半島が日本のものとなり、中国はこれに反発した。第一次世界大戦では戦闘を行った兵士の8人に1人、950万人が死亡、2100万人が負傷し、700万人の民間人も死亡した。ヨーロッパの大部分が廃墟と化した。国が滅亡し、新たな国が生まれ、世界中の人々の生活が一変した。世界全体が激変したのだ。